さてさてやってまいりましたのは大阪南港フェリーターミナルでございます。本日はですね、名門太陽フェリーさんの2便ですね、遅い方の時間の便ね、こちらに乗って九州は新門司港に向かおうというそんな予定となっております。でいつもならねチケットカウンターに行くんですけども、今日はこの QR コードがありますんでね、もうそのまま乗船口に向かっちゃいたいと思います。こちらの南港フェリーターミナルは今ちらっと見えておりましたけどもね、ニュートラムのフェリーターミナル駅直結ということで非常にアクセスが良い便利なターミナルとなっております。乗船口2階ですんで2階に上がってまいりました。こちらのターミナルはオレンジフェリー東洋行きと名門太陽フェリーの新門司港行き1便2便が出ておりまして、本日乗船しますのが19時50分発の2便、乗船時刻は18時30分ということなので、もうすでにですね乗船始まってたみたいですね。てっきりですね待合室に結構人がいらっしゃったんでまだかなと思って待ってたんですけどね、どうぞなんてねお声掛けをいただきまして、乗船口から入ってまいりました。さっき待ってらっしゃった方はオレンジフェリーの乗船待ちの方なんですかね。8時ぐらいから多分オレンジフェリーは乗船となりますね。まあそんなことで乗船口に向かってまいります。こちら今左側に見えてるのがオレンジフェリーですね。オレンジ愛媛かな。で右側が本日乗船いたします名門太陽フェリーさんのフェリー京都という船になっております。なんか久しぶりに乗る気がしますね。名門太陽フェリーさん、バイクでね九州ブラブラ行ってた頃はよく乗ってましたけれども、そういや今年バイクの動画一本も出してないななんて思いながらですね、乗船してまいりましたフェリー京都でございます。3年前のね2021年に就航したばかりのまだピカピカの船なんですよね。もちろん船内もピカピカでございます。さあいよいよ乗船ですね。まずはですねインフォメーションカウンターに行ってお部屋の鍵を受け取りましてね、2つ上のフロア8階まで上がってまいりましょう。フェリー京都とね、あと姉妹船にフェリー福岡、こちらも2021年就航の船なんですけども、福岡と京都内装といいますかね、この船内にね設置してある展示物であるとか、あとしつらえなんかがねちょっと違って面白いんですよね。で今回はデラックスルームというお部屋でございます。8階にあるデラックスルームで、奥の方に行くとスイートルームが2室あるというね、この8階のフロアです。で今回のお部屋がこちら S01 というデラックスルームになります。早速中に入ってまいりましょう。ドアを開けた瞬間感じること、それは涼しいということですね。最高と外は暑かったですからね、もう中に入ってきていや涼しいなっていうね、それが第一声でございました。お部屋はこんな感じね、広々としたツインベッドルームになっております。ベッド明らかにふかふかだねというのが見てわかりますね。もう触らずともわかるふかふかのベッド、奥にはねソファーがあります。あのソファーも使い勝手良かったですね。でこちらがドレッサー兼デスクになってます。非常に広々してますんでね、デスクワークなんかする人あんまいないでしょうけども、するにもちょうどいい広さのデスク、そして左袖には冷蔵庫がありますね。冷蔵庫あるのは助かります。でデスクの上にはですね、アメニティ類がぎっしりありますね。今こんだけぎっしりアメニティをねお部屋に用意してくださってるホテルフェリー珍しいぐらいですね。これはありがたいですね。髭剃りから綿棒からですね、あとは入浴剤なんかもありましたね。あとこちらペットボトルのお水とカップコーヒーがありました。で、おつまみ入れがあって湯飲みがあって、その上にはドライヤーがあると。もうここのデスクにポンと座ってしまえば手を伸ばせば何でもあるよというそういう状況ですね。大きな窓がありまして、その目の前には、今ね向こう側にオレンジフェリーが止まってますけれども、その手前広々としたデッキがあるんですが、ここは一般の方はね入ってこれないようになってますんで、カーテンを開けたら外に人がいるなんていうことは絶対にございません。そんな大きな窓があるお部屋です。でベッドの足元側の壁には大きな壁掛けテレビ、空気清浄機、あとは船の案内なんかがありますね。で入り口の方に向かっていきますと、左側にクローゼットがあります。リュックをちょっとどかしましてクローゼットオープン。一番下には予備の毛布、右側にはこれでもかっちゅう長いね靴べらがありましたね。そしてハンガーで一番上に救命胴衣がありますよということです。さあ行きますよ、皆さん準備はいいですか。せーの、ナイストイレでございます。こちらね、タイルもピカピカでございましてね、こちらにバスタオルが2枚ありますね。フェイスタオルは今映ってませんけどね、開けたドアにかかっております。もちろん洗面台もピカピカで歯ブラシもございます。そして何よりもこの浴槽がありがたいですね。夏なんでねシャワーで済ませますけれども、冬なんかはねここにお湯を張って浸かると気持ちいいんですよ。でシャワーの水圧も十分でございました。そんなバスルームでしたね。
という素晴らしいお部屋でのんびりと12時間40分の船旅を楽しみたいと思います。さあ出港まではあと1時間ぐらいあるんですけれども、レストランがそろそろ開きますよということなので、2つ下のフロアにあります6階レストランに向かうことにいたしました。まずはレストランでお腹いっぱいご飯を食べて、ちょっと休憩した後に出港の模様を眺めようという、そういう算段でございます。でレストランに来たらですね、びっくりです。大行列でしたね。この日ね、めちゃめちゃ混んでましたね。普段から利用されているドライバーさんとかですね、あとね、部活の高校生ですかね、すごい数乗ってらっしゃいました。なのでレストランも食べ盛りの皆さんで大人気でございます。そんな中取ってまいりましたのがこれですよ。もう全部茶色、しかももうお皿のくぼみに間に合わないから、もうあっちこっちにこう餃子や唐揚げが乗ってるというね、ワイルド茶色飯ですね。もうこれぞフェリーのご飯のお手本みたいな感じです。あとはね、カレーね、いつもね、もう最後お腹いっぱいになって鶏肉やめました的なことが多いんでね、最初からもう持ってきました。この茶色いおかずを食べながらご飯を食べて、ご飯をね3口分ぐらい残して、最後このカレーのお皿に入れてカレーとしていただくと。デザートカレーでございますね。ペロリ、もう大満足、茶色万歳でございます。いやー、でも部活の高校生の皆さん楽しそうでしたね。なんかもう青春しとるなという感じでね、おじさん羨ましいよなんて思いながらレストランを出てまいりました。でね、ふと発見しまして、九州のてっぺん北九の底力見せちゃるということで、地球の歩き方北九州市出るみたいですね。僕は地球の歩き方大好きで、いろんなシリーズね、水曜どうでしょうシリーズとかも持ってんですけども、いやこれは予約しなきゃということで早速予約いたしました。で出港を見るためにね、展望デッキに出てきましたけども、冷房の効いた船内から湿気の多い外に出ると、レンズメガネが一斉に曇るというね、そんな出港の模様でございます。なんとかね、レンズの曇りを拭き取りまして、出港の模様を眺めていきたいと思います。目の前にはオレンジフェリー愛媛が止まっておりますね。オレンジフェリーといえばこのなんでやねんというマークですね。なんでやねんではないんでしょうけれどもさあ、ほどなくしてお時間になりました。帝国通りですね、17時50分フェリー京都はですね、新門司港に向けて出港いたします。新門司港には明日の朝の8時30分に到着しますんでね、先ほども申しました通り12時間40分の船旅となります。バックでそろそろっと出港しまして、180度方向転換をして、さあいざ出発と。いや、このファンネル美しいですね。僕は赤が好きなんでね、名門太陽フェリーさんのこのファンネル大好きです。で、一旦お部屋に戻ってきてぼーっとしてたらですね、もうあっという間に明石海峡大橋に差し掛かります。これは外部デッキに出てみないかんやろって出てきたんですけども、外部デッキもすごいね、人でした。そしてヤングの皆さんがね、いろんな場所でいろんなポーズで写真をね撮ってるんですね。インスタか何かに載せるのかな、ね、皆さんでせーのでジャンプしてね、写真を撮ったり、いや、いいね青春と、そんなことを思っておりましたら、七色に輝く明石海峡大橋がすぐ目前までやってまいりました。この下をねぐわっとくぐっていくんですけれども、何回経験してもこの橋の下をくぐっていく時っていうのはね、いい意味での圧迫感があるというかね、おーすげーみたいな感覚になります。こんな感じ、もうファンネルスレスレなんですよね。でこの日はさっきもちらっと映っておりましたけどもね、月が非常に綺麗でね、若干薄雲にかかってる感じなんですけれども、この明石海峡大橋とお月様、美しい景色をぼーっと眺めた後、船内にまた戻ってまいりました。で今宵の宴タイムのための買い出しに来たんですけれども、ショップもえらい混んでましてね、でレジがすくまでちょっと待とうということで、ここのパネルの前でお茶濁しタイムでございますフェリー京都。さあレジが空いてきたんでね、ショップに行っていつものあれを買って、お部屋に戻ってシャワーを浴びてスタート。まずはいつものレモン堂 5%、 こちらはね果汁 10% ですよ。もうレモン感が年々アップしている、そんなレモン堂の 5% からスタートしていきます。もう風呂上がりはやっぱりね最高ですよ。一気に半分ぐらいなくなりました。でおつまみ一品目がカールです。西日本といえばやっぱりカール買っとかなあかんやろということで、チーズ味。このカールでね、レモン堂多分4本ぐらい飲めるんですけどね、あんまり酒浸りになるのもなということで、
ちびちびとやっております。しかしこのカールのですね、口の中の水分持っていき力っていうのがめちゃめちゃ強いんでね、もうあっという間に1本なくなっちゃいましたね。そして2本目、このレモン濃いめの 7% ですね、なんと果汁 21% のチューハイと、もはやフレッシュジュースですよ。そのうちコカ・コーラさん果汁 80% みたいなのね出してきそうですね。期待しております。でカール食べてたら次はね、甘いものが欲しくなるということで、おつまみ2品目はキャラメルコーンでございます。最近ね登場頻度が高いですね、キャラメルコーン。前々回かな、お話した通り僕の好きなお菓子ナンバーワンなんです、キャラメルコーンね。もう至福のキャラメルコーンタイムです。でこのキャラメルコーン食べながらレモンドを飲んで、でたまにカールを食べながらレモンドを飲んで、で、最後にはこれをやることになります。それではやってきてしまいました。本日も視聴者さんが一斉にドバッと離れてしまうあのコーナーでございます。今日は昭和のお菓子の二大巨頭とでも言いましょうかね。ポテトチップスとかカップエビスもありますけれども、昭和のお菓子、おやつ、ね、かなり上位にランクインするこのカールとキャラメルコーン。昭和を代表する。この二つをいっぺんに食べるとどうなってしまうんだろうかというね、そういう昭和生まれの皆さんお待たせいたしましたね。いつもご当地のね、お土産物的な、ああいうお菓子を買うんですけれども、今日はそんなに目新しいものはないと、言うと、どうしてもこの昭和夢の共演やってみたかったっていうのをね、この感じで言ってみますけども、早く食えっていう話ですね、これはね。さあ、同時に食べるとどうなるんでしょうか。さあ、行ってみましょう。これはね、大変なことですよ。カールの味でも、キャラメルコーンの味でもないんですよ。これはね、困ったもんです。僕はそれぞれの味になると思ってたんですが、カールとキャラメルコーン一緒に食べると、これはね、どっちの味でもないんですよね。食感一緒のこのサクサク系じゃないですか。この、歯にくっつく系のサクサク系。カールの味でもないし、キャラメルコーンの味でもないんですよ。これ新しいお菓子ができましたね。キャラメルコーンとカールで、キャラメールです。カーメルコーンです。カーメルコーン。っていう、どうしようもない、もう、オチも減ってくるもないので、以上でございます。それぞれの味ではございませんでしたと。カーメルコーンもしくは、キャラメールの味でした。はい。はい。それでは、さよなら。ほんまにもうどうしようもないですね。もう味についての言及一切なしでございましたけども、美味しかったです。はい。で、揺れチェックしましょう。瀬戸内海ですから、これ見てくださいよ。プルプルもほぼなし、揺れなんて全くございません。そんな陸上とほぼ変わらないというね、船内ですけども、現在香川県沖といいますか、瀬戸内海を順調に航行しております。お時間は1時4分。ね、さっきキャラメールとかカーメルコーンとか言ってる間にもう瀬戸大橋はくぐっちゃったみたいですね。ということで、明日も朝早いんでね、さっさと寝てしまうことにいたしましょう。おやすみなさい。おはようございます。お時間6時24分ですね。船は周防灘に差し掛かりましたということで、もうこの船旅はゴールに近づきつつあります。さあ、カーテン開けますと、この日はお天気でしたね。海も穏やかで、雲も少なくてですね、太陽のオレンジ色がなんとも眩しい。そんな神々しい景色はやっぱり外部デッキに出て見なきゃいかんということで、パパッと身支度をしてお部屋から出てまいりました。で、今回もたくさんのお客さん乗ってらっしゃったんでね、カメラ持って船内うろうろというわけにもいきませんから、こちらのボードでね、船内の設備のご紹介したいと思います。私のお部屋があるのが8階、一つ下の7階には大浴場、シャワーブース、そしてたくさんのお部屋、あと展望デッキとか展望ラウンジがありますね。で、6階によりますと、6階のね、スペースの4分の1ほどを占めるのが大きなレストラン、あとはショップがあったり、キッズスペースがあったり、ゲームコーナーがあったりします。以上、船内設備のご紹介でした。
で外に出てきたらまあ美しいというかすがすがしいというか気持ちいいこの朝日がねファンネルや海面にこう反射してキラ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 しとるわけですよ。もうキラキラです。で朝のねこの暑くもなく寒くもないちょうどいい風がねわーっと吹いてましてね、ほんまに気持ちいいがなこれはということでね、もうただ突っ立ってるだけで最高です。レストラン朝食営業始まってましたけども、そんなお腹減ってないからということで缶コーヒーを買ってきたんですけどね、お部屋のカップコーヒー入れろよっていう話なんですけど、どんだけめんどくさがり屋なんでしょうか。でコーヒー飲んでおりましたらね、新門司港に入ってまいりました。今正面左側に見えてるのが東京九州フェリーのターミナルですね。で正面に見えてるのが阪急フェリーです。奥が神戸から来たやつ、手前が泉大津から来た船になりますね。でその後ろオーシャン東急フェリーはこの日止まってなかったですね。でこの横というかねちょっと離れたところに名門太陽フェリーは着岸いたします。ということであっという間の12時間40分ですね。本当にもうあっという間新門司港フェリーターミナルに到着いたしましたと言いますか到着してしまいました。朝日の時間帯からね太陽がぐーっと昇ってきて、いや今日も暑くなりそうやね九州はというそんな空でございますが、いよいよ下船のお時間になりました。一晩お世話になりました名門太陽フェリー京都のですねデラックスルーム S01 番のお部屋を退出です。でね鍵は降りるときにですねインフォメーションカウンターに返却となります。まあ下まで降りてきたらねすげえ人ですよ、本当にすごい人で、高校生の部活の皆さんっていうお話しましたけども、その他にもですねツアーのお客さんとか、あとはですねファミリーの方とかお友達同士の方とか、もうとにかくいろんなお客さんですごい人ですから、ここからですね送っていただく無料のシャトルバス、これももう1台じゃ足らんよということでね2台目も待機しておりました。で私のんびり降りていったらもう1台目乗れずにですね、2台目に乗り込みまして新門司港フェリーターミナルをいざ出発いたします。でこの後この無料のね送迎バスはですね JR 門司駅に立ち寄って、その後 JR 小倉駅まで向かいます。ありがたいです、本当にありがたいですね。ということで今回の名門太陽フェリー京都の旅動画以上となりますけれどもね、これからね船旅してみたいなという方、瀬戸内海の航路ご紹介したように全然揺れないんでねおすすめです。あとはね揚げ物が好きだとにかく茶色い揚げ物が好きなんだという方はですね名門太陽フェリーさんおすすめでございます。もう揚げ物のラインナップが半端ないですから、という最後ねおすすめ情報でこの動画締めたいと思います。今回もね最後までご視聴どうもありがとうございました。またねいろんな船旅の動画出していきたいと思っておりますんでね、よろしければチャンネル登録をして次回以降の動画楽しみにお待ちください。またね近況報告は X なんかでねちらほらやっておりますんで、ご興味ある方はぜひ覗いてみてくださいね。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ではではさよなら。